皆さんこんにちは。本日は下半身の柔軟性を上げていくためのディープストレッチヨガクラスを一緒にやっていきましょう。下半身中心にしっかりね、足の後ろ側、ハムストリングス伸ばしたり、股関節周りを開いていくので、下半身の柔軟性を高めたい方、特におすすめです。では、早速始めていきましょう。まずはですね、一度足はマットの後ろの方に行って、少しね、両足膝腰幅以上に開いて、チャイルドポーズで背中伸ばして、頭上げてていいので、手のひらマットについて少し腰背中左右にゆらゆら伸ばしながら揺らして、そしてね、ゆっくり両肘、顎もしくはおでこをマットにつけて背中伸ばしていきましょう。両手は長く、そして鼻呼吸に変えていきます。息を吸うときに背中広がりを感じて、そして吐く息ではゆっくりと胸が床の方に沈んでいきます。少し呼吸の方に意識を向けて、そこから少しずつ頭を起こしていったら、両手のひらマット、足はね、膝腰幅ぐらいに少し狭めて、つま先立てていきましょう。かかとの上の方にお尻を乗せて、手のひらまず伸ばして、手のひらマットについて両肘伸ばして、そのままゆっくりお尻を上げて、軽く膝曲げた状態で右の足だけ伸ばしていきましょう。ゆっくり右膝を伸ばし、右足の裏からお尻にかけて伸ばしていきます。両手のひらマット浮かないように押して、お尻は長く上の方に伸ばしていく感覚です。呼吸していきましょう。今度反対です。左の膝を曲げて、左の膝を伸ばして、右膝を曲げて、少しね、ぐーっと左の足の裏側を伸ばしていきます。ゆっくり左の足の裏が伸びていく感覚。呼吸に合わせて、体もゆっくり広げていきます。ゆっくりと両足、膝、一緒に曲げて、そこからお尻斜め上。両膝伸ばす。そこからかかと落とせるところまででいいので落としていき、ダウンドッグで少し全体伸ばしていきます。ゆっくりでいいので両足の膝をマットに戻して、もう一度チャイルドポーズになりましょう。ゆっくり呼吸が落ち着いてきたら、上半身を起こしていき、両足マットの前。一度ね、両足、足の裏と裏を合わせて、バッタコナーサナ、足の裏を合わせたら、手でつま先もしくは足のすね、足首でもいいので持てる場所を持って、パターパターと上下に動かしていきます。背骨ね、丸まらないように背中長く伸ばして、股関節を少しね、動かしながら、この辺りの関節周り緩めていきます。OK です。では少し止まって、そのまま皆さんは両足マットの前の方に左の足を伸ばしていきましょう。右足の裏は左足の付け根にくっつけて、お尻がマットに両方しっかりついた状態。上半身は左の足の正面の方を向いていきましょう。さあ、左の膝ぐっと伸ばして、左の足の足首ですね。ここぐーっと90度に曲げて、足裏がマットにぴったりつくように、足の裏ね、意識してつけていきます。さあ、このまま両手上に伸ばして息を吸って、吐きながらゆっくり斜め前に上体を倒して、その時膝が浮くようであれば、浮かないところまで上半身。いける方は少し前に行って、持てる位置持ちましょう。左足のすね、もしくは足のつま先、もしくは足の裏。持てる場所を持ったら、
さあ、セットして、息を吸ってもう一度背骨長く伸ばして、左足の裏ぐーっと伸ばします。足の裏浮いてこないところ、そこまででいいので、膝が浮かないところ、ここで呼吸してください。息を吸って、ゆっくり吐いて。鼻呼吸を自分のペースで繰り返します。その時ね、左膝、浮いてこないようにかかと床を押して、足裏ハムストリングスぐっと伸ばしてあげます。さらにそこから前に行けそうな人は、背中長く伸ばしたままゆっくりお腹、そして胸の順番で足の方に近づけて、最後に頭を落とします。もちろんそこまで行かなくても構いません。膝が浮かないところでキープ、呼吸続けていきます。ゆっくりと息を吸いながら頭を少し起こしてから上半身全体を起こしていきましょう。では足を入れ替えます。右の足、マット前に。左の足の裏、右足の付け根。そしてね、しっかり右のお尻座骨マットにつけて、右膝が浮かないようにぐっと膝を押して伸ばす。右足首90度、つま先天井です。上半身は正面。息を吸って両手長く。吐きながらまずは背骨長く伸ばして持てる位置持ちましょう。すねでもいいし、つま先でもいいし、足の裏でも構いません。まずここでセット。膝伸ばして息吸って背中長くそこで呼吸。息を吐くごとに右の足の裏がじわーっと伸びていきます。深く伸ばしているとき、息は止めないこと、とても重要です。さらに前に行けそうな方は、ここから背中長いままお腹から、そして胸、そしておでこもしくは顎。もちろんここまでいかなくても構いません。大事なことは、右の膝が伸びていること。これが伸びていることで足裏が伸びて、ハムストリング伸びていきますので、上半身を倒せなくても構いません。呼吸を忘れずしていきましょう。ゆっくり呼吸をしながら、次の吸う息で少し頭を起こして、上半身も上がっていきましょう。では、そのまま、今度はね、両足開いて開脚していきますが、腰がこう丸まったり、背骨が反りすぎないように、まっすぐね、骨盤が立って、お尻が床に安定して背骨が立てられる。その位置で決めていきたいので、もしね、膝、この時点で浮いちゃうようであれば、あんまり足開かなくてもいいので、狭めていきましょう。そして、お尻の後ろにね、ブランケットとか、少しタオルを引くと、より背骨立ちやすいので、膝が浮いてしまう人はお尻の下にタオルなんかを引くと、よりやりやすいです。じゃあ、膝しっかり伸ばしましょう。これも先ほどの前屈と一緒。かかと、マット、床を押して、つま先、天井、足首90度。ここで両手まずお尻の後ろにつきましょう。指先立てる状態。カップハンズで。背骨長く伸ばして息を吸って、息を吐いて。長い背骨作って、足の裏、足のハムストリング。ここがアクティブに力がぐっと入った状態です。そしてね、内もも、足の付け根から内もももぐーっと優しく伸びが入っているはず。
さあ、このまま手の位置を前に移動させて、息を吸って、吐きながら足はアクティブのまま手をゆっくり前に歩かせて、ここからは自分の体と対話していきましょう。きつければそこでストップです。背中長く、足がアクティブな状態キープしたまま、膝が浮かないように、かかとで床を押す、つま先天井、呼吸していきます。もしくはもっと前に行きたい。気持ちよく下まで行ける人はもちろん肘まで下ろしてもいいですし、胸まで下ろしていってもいいですし、頭まで下ろして手を伸ばしたりとか、自分がね、上半身起きやすいところまで下ろしていきます。ただ足がね、前に倒れてこないようにつま先は上に引き上げて、背中も丸まらないように伸ばしておきます。そこで股関節、足の付け根、内もも、足裏伸ばしてあげましょう。呼吸をゆったり深く深めていきます。ゆっくり上がっていきましょう。頭を下ろしてた方は手でマット床を押して起こしていき、そして両足をまた真ん中で集めていき、そのまま両膝立てて仰向けでゴロンと寝っ転がって、膝を胸の方に引き寄せて、少しねぐーっとお尻、背中伸ばして軽く左右に揺すっていきましょう。さあ、そのまま最後のポーズ、今度はね、足の裏側を天井の方に向けて、ハッピーベイビーのポーズとっていきます。右の膝、左の膝90度、足首も90度で、両手を内側から足の裏、掴んで足の裏をぐーっと、かかとを膝の方向に押すようなイメージで押していきます。その時ね、背中が浮かないように背骨まっすぐな状態です。さらに足裏、股関節周り、お尻が伸びて、下半身全体がね、気持ちよく伸びていきます。柔らかい方はここから膝伸ばして、足裏全部伸ばしていっても構いません。これオプションです。もちろん、膝曲げたままのハッピーベイビーでキープしても構いません。膝伸ばした方が心地よければ伸ばしてあげましょう。さあ、ゆっくり足を戻して、もう一度膝を抱えます。さあ、吐く息で両足ほどいて、最後はシャバーサナ。たくさん伸ばした足リラックス、足腰幅以上に開いて、両手体の横、脱力していきましょう。目を閉じて、自然な呼吸。マットに体の力と頭の力を委ねていきます。